北宇治高校に入学して半年、吹奏楽コンクールも終わり、アスカ先輩たち3年生が部活を卒業した。優子先輩が部長、夏希先輩が副部長となった吹奏楽部は新たなスタートを切り、1ヶ月余りが経過していた。大前ちゃん、ちょっといい？優子先輩に夏希先輩、何ですか？実はさ、今日からみぞれの補佐をお願いしようと思ってるんだけど。今なら時間あるでしょ？いや、時間はありますけど、補佐って何ですか？私 UFO ですよ。鎧塚先輩オーボエじゃないですか。演奏の話じゃないわよ。ほら、あの子定期演奏会の係でしょ？でも一人でまとめるの大変だと思うから。あね、だから言ったでしょ。大前ちゃんならみぞれと仲いいし適任だって。待って、なんであんたが思いついたことになってんの？だって頼みに行こうって言ったのは私だもん。うわ、何そうやって手柄横取りしようっていうの？ちょっと待ってください。私はまだっていうか、鎧塚先輩はそれでいいんですか？みぞれならいいって言ってた。大前ちゃんなら嬉しいって。いや、でもわかりました。じゃあ他にいなかったら私ということで。お、決定だね。いや、だから他にいなかったらっていう話でよろしく。鎧塚先輩いつの間に。じゃあとよろしくね。さあ、合奏始めるよ。もう、鎧塚先輩は本当にいいんですか？嬉しい。もうだったらいいですけど。なんかパート練習にアスカ先輩たちがいないのなかなか慣れないね。全体練習もそうだけど、やっぱりちょっと寂しいよね。来年は頑張って新入生たくさん入れないとな。久美子ちゃんだ。ごめん、ちょっと遅れた。聞いたよ。定期演奏会の手伝いすることになったんだって。なんかなし崩し的に。久美子と鎧塚先輩って仲いいし、ちょうどよかったんじゃない？何もちょうどよくないよ。緑いっぱい応援しますね。でも実際どんなことするの？定期演奏会って。よくぞ聞いてくれました。定期演奏会とは吹奏楽部員にとっての超メインイベントです。というと？コンクールとは違って自分たちで曲から演出も決めて行う自分たちの演奏会って感じかな。北宇治の場合は1年に一度太陽公園の近くにあるホールを借りて無料で行う。曲とかもみんなで決めるんだ。大変だね。大変ですが、その分自由にできるとてもやりがいのあるイベントとも言えますよ。なるほどね。みんなも何の曲やりたいか考えておいてね。私あんまり詳しくないからな。何でもいいんですよ、葉月ちゃんが好きな曲で。そう言われると余計。どうしたの？鎧塚先輩、ほらあそこ、扉のところからこっち覗いてる。どうしたんですか？鑑賞会しよう。はい、いいですけど、練習終わってからでいいですか？後で第二視聴覚室。はい、これカタログ。ありがとうございます。先輩はやりたい曲とかありました？まだ決めてない。これだけあったらいろいろ悩みますよね。これは楽器室にあった去年の演奏会の映像。撮影したやつですね。このプレイヤーで見てみます？ここに入れて再生と。モニターはここか。映った。アスカ先輩だ。皆さんこんにちは。北宇治高校吹奏楽部へようこそ。さすが堂々としてるな。ではオープニングはこの曲です。これが去年のタイムスケジュール。この DVD と一緒に入ってた。
これを私たちが組むのか、できますかね。多分大丈夫。他の子も手伝ってくれるから。だといいんですけど、まずは部員に希望楽曲のアンケート取らなきゃですよね。それはもう準備してある。これ。え？お、本当だ。これ配りたい。わかりました。じゃあ次の合奏前のミーティングで配りましょう。滝先生に許可もらっておきます。今配ったアンケートは明日のミーティングで回収しますので、それまでに記入してください。何かやりたいこととか思いつきでもいいので書いておいてもらえると助かります。定期演奏会係からは以上です。先生からは何かありますか？そうですね。定期演奏会は自由度が高いイベントですから、できるだけ皆さんの希望に沿いたいと考えています。ただ3年生が引退してから行われる最初のイベントであり、お客さんは北宇治高校の演奏だけを目当てにホールにまで足を運んでくださいます。そうした方々を裏切らないように全力を尽くしてほしいと思います。それでアンケートはどうだったの？さっき練習の後まとめたんだけど、希望曲だけでもいろいろあってね。星の王子様に恋のカーニバル、トランペット吹きの休日。それはそうなるでしょう。久美子の希望曲は何なの？私は普通にディスコキットとかだけど、レイナは？トランペットがかっこいい曲。さすがレイナ。そう？私もユーフォニアムがかっこいい曲にすればよかったかな。そうね。アスカ先輩だったら UFO メインの曲たくさん出してきたかも。やっぱり日が暮れると一気に寒くなるね。そんな厳重に防寒してるのに？レイナは寒くないの？我慢できないってほどじゃないけど。さすがレイナ。なんでもさすがって言わないで。お、何？誰から？いや、なんでもない。定期演奏会のことでちょっと。ああ、鎧塚先輩？まあそんなとこ。じゃあ私ちょっと行かなきゃいけないから、じゃあ。週1のくせに。あれ、この公園よりも家の近くの方が良かったか？別に。忙しそうだからどうしようかと思ったんだけど、学校で話さないようにしてるから、このくらいしか会える時間ないかって。分かってる。一応付き合ってるんだし。なんか言ってよ。いや、久美子からそんな風に言われたの初めてだから。帰る。ああ、嘘。それより定期演奏会の方はどうなった？まあそれなりに混迷を極めてる。なんだそりゃ。みんなやりたい曲がいろいろあってさ、バラバラというかいまいちまとまらないというか。定期演奏会あるあるだよな。優子先輩はみんなが知ってる J-POP がいいって言うし、夏希先輩はジャズは外せないって言うし、鎧塚先輩はどっちもやりたいって。それで自分はそれとは別に浦島太郎やりたいって。確かに混迷だな、そりゃ。リコ先輩は恋のカーニバルやりたいって言うんだけど、それは1年生の時に後藤先輩が吹いてるのを見てかっこいいって思ったからだって。半分のろけだな、それは。全部のろけだよ。でもそんな思い出あるとか言われると外しがたいなって。リコ先輩たちにとっては最後の定期演奏会になるわけだし。確かにそれもそうだな。週一はどんな曲がいいの？どれかと言われればトロンボーンが活躍するやつかな。またそれか。またって？みんな自分が目立つ曲ばかりいいって言うから。そりゃそうだよ。誰だって自分の楽器が好きなんだから。分かってるけどさ。何こっちじっと見て。いや、つけてくれてるんだなって。俺があげたヘアピン。
なんか言えよ。急に変なこと言うからでしょ。それより曲。そうだったそうだった。俺的にはインザムードかな、やりたい曲。アンケートに書いといて今言われても忘れるから。書いたよ。それに中学の時吹いただろ。おお、中学の定期演奏会か。懐かしいな。まあ北宇治の定期演奏会2時間もあるんだろ。プログラム楽しみにしてるよ。大変なんだよ、2時間分考えるの。あ、やば、もう帰らないと。お母さんに遅いって怒られる。じゃあ。そんなことを話していた翌日、私と鎧塚先輩は練習前に滝先生に呼び出された。失礼します。ああ、すみません。職員室まで来てもらって。お話って何ですか？はい。春休みのオープニングイベントの依頼です。実は来年の3月に立夏高校の皆さんとドリームパークで行うことになりました。すごい。定期演奏会の後ってことですよね。はい。今日その時に演奏する譜面を皆さんに配布しようと思っているのですが、その前に一応定期演奏会の係のお二人には伝えておこうかと思いまして。同じ曲にならないようにということですか？それは自由に決めてもらって構わないと思います。ただあまりに複雑な曲が多くなりすぎて負担が大きくなるのも考えものです。確かにそうですよね。もちろん強制するものではありませんが、定期演奏会の後にそれも控えているということを頭の中に置いておいてください。はい、ありがとうございます。失礼します。先輩、どうします？どうしよう。困る。一応多数決で上位に上がってる曲並べてみましたけど、やっぱりバランス悪いですよね。悪いと思う。とは言っても勝手に決めたら他の人に怒られそうだし。でも難しい曲が連続だと疲れて吹けない。やっぱり変ですよね。お困りのようですね。アスカ先輩。もういきなり耳元で話したりしてびっくりさせたらかわいそうだよ。無理だよ、アスカにそんなこと言っても。部長に香織先元部長だけどね。輩も。どうしたんです急に。いやー、可愛い後輩がえらく煮詰まってるって聞いて、先輩からのありがたい助言を授けに来たの。そうなんですか？本気にしないで。アスカがいきなり勉強に飽きたから息抜きに後輩で遊ぼうぜって言い出しただけだから。私は久しぶりに部活の様子が見られて嬉しいけどね。で、どんなことになってるの？曲は決まった？一応多数決は取ってあって、これです。どれどれ？人気曲ばかりね。やっぱり多数決だとこうなっちゃうか。去年と被っている曲も結構あるし。やっぱり被らない方がいいですか？去年来てくれたお客さんが飽きるような構成はやめた方がいいよね。まあ逆手にとって毎年恒例みたいにする手もあるけど。確かに。今更かもしれないけど、みんながやりたいってものをただ詰め込んだだけじゃいいものはできないと思うよ。人の意見を聞くのも大事だけど、それだけだと中途半端なものになってしまう。それは分かってるんですが。まず2人がどんな本番にしたいかだと思うよ。2人が譲れないところは？それはそこをちゃんと考えないと。いくら時間があっても足りないと思う。譲れないところか。ちなみに私も何曲かおすすめの曲があるんだけど、紹介してもいい？まずストップ。それ以上は余計なお世話だよ。演奏するのはこの子たちなんだから。でも材料は大いに越したことはないでしょ。混乱させるだけでしょ。鎧塚先輩はどう思います？メモしておく。だ
そうです。でしょ。じゃあまず最初はホルストの吹奏楽のための第2組曲。なんてったってあれは UFO のソロもあるし、あとは海の男たちの歌、パーカッションが活躍する曲なんだけど、どういう場面かが聞いててすぐ思い浮かぶから楽しいと思う。それからそんなアスカ先輩の言葉が効いたのかどうかはわからないが、鎧塚先輩は翌日独断と偏見で選んでみた。と言ってプログラムを作ってきた。1部から3部までみんなの希望を取り入れつつ、楽しくきちんとまとまっていて、部員にも承認され、あれだけ苦労していた曲選びは拍子抜けするほどあっさり決まった。そして年が明けた。はい、これ。何この紙。スターパズルマーチ？うん、定期演奏会で吹くことになったから譜面。どんな曲なの？昔の課題曲で、キラキラ星のメロディーみたいな聞き覚えのあるフレーズがいっぱい出てくる曲ですよ。おお、キラキラ星。葉月ちゃんキラキラ星やりたかったんでしょ？なんでわかったの？アンケートをアスカ先輩に見せたら、葉月ちゃんやりたがってるんじゃないかって。アスカ先輩が？さすがだな。トランペット吹きの休日もやるんですね。楽しそうです。学年ごとに吹くんだね。私たちはチューバ吹きの休日か。それでそこは各学年ごと少人数でアンサンブルにしようって。そうなると1年生の曲のチューバは葉月ちゃんだけになっちゃうからよろしくね。一人？でこの後レイナがちょっと合わせてみたいって言うんだけど、時間ある？高坂さんが？積極的。そりゃレイナの希望の曲だからね。いや、なんでも。緑も行きましょうか？ごめん、これはコンバスはなしでやることになったから。もうコントラバスはいっつも仲間外れなんですね。まあそう言わず、コンバスが大活躍するところもあるから。本当ですか？多分だけど。じゃあ私はちょっと鎧塚先輩と打ち合わせがあるから後で。大変だね。頑張ってね。はい。葉月ちゃんも頑張ってね。はい、加藤葉月頑張ります。すみません、遅れちゃって。あれ、また去年の映像を見ているんですか？うん。演出の希望って集まりました？はい。こんなに？幕間の着替えの時に少人数で吹かせたい。壁は青と紫のグラデーションの照明。それと衣装はいつもの T シャツスカートをやめたい。ジャケットじゃない方がいいと思う。こうやって見るとみんないろいろ好き嫌いあるんですね。それだけみんなやる気になってる。ですよね。今映ってるあれやりたい。なんです？ああ、この去年やった曲ですか？曲じゃなく、キラキラしたやつ。もしかしてミラーボール？画面に釘付けだ。鎧塚先輩、何？そんなにやりたいんですか？ミラーボール。やりたい。わかりました。ちょっと可能かどうか確かめてきます。会場に確認するより先輩に聞いた方が早いかな。あれ、久美子。あずさちゃん、なんでこんなところに？北宇治の幹部の人と打ち合わせ。ほら、3月に立花と北宇治で合同演奏会やるでしょ。私うっかり学年代表になっちゃって。ああ、もう楽譜もらってる。それにしても北宇治ってこんなところだったんだね。なんか普通でしょ。確かにあんまり変わっているところはないみたいだけど。久美子は練習中？今は先輩と定期演奏会の準備。先輩って
もしかして今後ろの扉のところからそっとこっちを伺っている。え、ほんとだ。鎧塚先輩、こんにちは。こんにちは。ほら、引っ込んじゃった。じゃあまたね。何その可愛いヘアピン。ひまわり？誰かにもらったの？なんで？なんか久美子っぽくない気がしたから。そうかな。まあいいや。じゃあ合同演奏会で。じゃあやっぱり外しといた方がいいかな。お待たせ。これで揃ったわね。チューバ UFO にトランペットが先輩にヘルプに入ってもらって3人、トロンボーンが2人と。じゃあ一度最初から合わせてみる？メトロノームは？ちょっと取ってくる。急いで。週一は本当にレイナに弱いね。まあ塚本は私に頭上がらないだろうから。なんで？まあいろいろね。お待たせ、持ってきた。ここを置くぞ。じゃあ始めましょう。1、2。はい、加藤さん、テンポ遅れた。ごめん。謝らなくてもいい。本番までにちゃんと吹けるようになってくれれば。この曲の基盤はチューバだからよろしくね。頑張る。7人で吹くってことは個々の音が客席にストレートに伝わるってことだから、一人一人がきちんと仕事を果たさないと完成度の高い曲にはならない。それはそうだね。だからできないことはできないってちゃんと伝えて練習しないといけないと思う。はい、じゃあもう一度頭から。葉月ちゃんのチューバはそれからも悪戦苦闘を続けた。チューバ、走ったり遅れたりしていますね。きちんと一定のリズムを保ってもらわないと。はい。もう一度チューバだけで。加藤さん、難しいですか？もし難しければ2年生ですが、チューバだけ永瀬さんに交代してもらっても。いえ、大丈夫です。そういった以上、自分の言葉に責任は持てますね。はい。次の合奏までにはできるように。この曲はあなたが要です。疲れた。結構頑張ってたもんね。そうなの。頑張ってたんだよ。この曲はチューバが大事って言われたら頑張るしかないもん。まああんまり気負いすぎない方がいいかも。本番までにちゃんとできるようになればいいんだから。それはそうだけど、本番は指揮者もいないしメトロノームもないわけだし、もうそんなに時間もないしね。寒。それでひまわりつけてるの？え？ヘアピン。季節外れだなーって思ってたけど。まあ。そういえばさ、久美子って練習中ほとんど塚本と話さないよね。何かあった？いや、別に特に話すことがないから話さないだけで。もしかして付き合い始めた？キャイ？嘘！本当に？いや、違う？やっぱりそうなんでしょ？まあ一応。なんで秘密にしてたの？秘密にしてたっていうか、やっぱり言いづらくて。
もう気にしなくていいって前にも言ったでしょ。応援するって。そもそも私にはそんなこと気にしてる時間は。何？雪。ほんとだ。ねえ、ちょっとそこの公園寄ってかない？昔こうやってよく友達とブランコで遊んでたんだよね。立ちこぎ得意でさ。みんな高いところまで漕ぐの怖いって言うんだけど、私は全然平気だった。やりすぎてブランコ一回転した時はさすがに死ぬかと思ったけど。危ないよ、そんなに漕いだら。平気平気。ここからジャンプして。よっと。うわ久しぶりにやったらなんかドキドキした。昔は平気だったのに今はちょっと怖いなって思った。そりゃそうだよ、もう高校生なんだから。この前中学生になったと思ったらもう高校1年も終わるんだよね。いやはや時間が進むのは早いわ。なんかおばあちゃんみたいだね。この調子だとおばあちゃんになるのもあっという間なんじゃないかなって思う。そうなのかな。うん。だからさ、だから後悔しないようにしたいなって思う。嫌でしょ、後からぐちぐち悩むの。だね。でも本当にそうできるかな。正直不安なんだよね、ちゃんと吹けるかって。大丈夫だよ、葉月ちゃんなら。だって最初音も出なかったんだよ。それが今じゃ。そうじゃなくて、高坂さんの音に圧倒されたんだよね。自分がこの音支えられるんだろうかって。自分がミスって高坂さんの音の邪魔しちゃうんじゃないかなって。葉月ちゃん、チューバ一人しかいないわけだし。でもどんなにレイナがすごくても一人じゃ合奏はできないから。葉月ちゃんなら大丈夫だと思う。いつも練習頑張ってるもん。本気で上手くなりたいって思って練習していれば上手くなるって私は思ってるから。久美子ありがとう。私頑張るね。こうして練習は続き、気がつけば定期演奏会まで2週間を切り、当日の衣装や小道具なども出来上がり、どこか落ち着かない空気が吹奏楽部を覆っていた。夏希先輩似合ってます。ほんとだ、黄色い腰みのに青のジンベエ、まさに浦島太郎って感じ。喜んでいいのかな、それ。似合ってる。そういうみぞれも亀の格好可愛いんじゃないの？そう？ちょっとポーズとってよ、ジャンプとか。こう？おお、かっこいい。亀はジャンプはしないと思いますけど。お待たせ。おお、優子先あんたが乙姫様ってウケるんだけど。輩、うるさい。去年だったら香織先輩が間違いなくやってくれたのにね。香織先輩マジエンジェルが優子先輩マジった天使みたいな。うるさい。香織先輩と比べないで。その腰みのひっぺますわよ。お姫様がそんな品のないことでどうするのよ。あんたがそうさせているんでしょ。本当に司会がこの二人で大丈夫なのかな。浦島太郎と乙姫の喧嘩。鎧塚先輩、なんでワクワクしてるんです？そういえば久美子ちゃんは？ああ、久美子なら中学校にポスター配りに行くって言ってたよ。そうなんですね。うちの中学差がこ
こんなにきつかったっけ？自転車で来たことないもん。知らないよ。はあ、ポスターはあと何枚？10枚ってとこ？着いた。なんか久しぶりだな、ここも。職員室行くんだよな。こっち。おお、大前と塚本か。あ、先生。お久しぶりです。来るって聞いてたからな、迎えに来ちゃったよ。どうだ高校は？まあいろいろ頑張ってます。北宇治全国行ったんだよな。えらい驚いてな。学校でも話題になっていたぞ。ありがとうございます。それでこれが置いてほしいチラシなんですけど。定期演奏会か。そういえば北宇治は毎年2月だったな。はい。そっちのポスターも貼っとくか。そうしてもらえると助かります。北宇治の演奏会は人気あるからな。うちの部員も何人か入りたいって言ってるし。本当ですか？嘘ついてどうする。それにしてもあれだな、2人とも続けてよかったな、吹奏楽。はい。先生もよかったらぜひ来てください。おう、楽しみにしている。そして日に日に迫る演奏会にプレッシャーと期待との両方を感じながら、私たちは練習と準備を少しずつ積み重ねて本番を迎えた。さっき客席見たけど結構大きい会場なんだね。でもお客さんはもういっぱいだって言ってましたよ。本当に緊張してきた。こんにちは。香織先輩来てくれたんですね。今日はお手伝い。部長じゃなかった。小笠原先輩もお疲れ様です。いろいろ大変だったみたいだね。噂には聞いてるわよ。噂？どんな？なんか懐かしいな、この会場も。去年のこと思い出す。あ、部長の演奏見ましたよ。動画で残ってるやつで。見たの？なんか別人みたいでかっこよかったです。しょうがないんだよね。始まっちゃうと体が勝手に動いちゃって。あれ、アスカ先輩は？アスカは今日は来られないって。ほら受験もあるから。やっぱりですよね。この前声かけられてびっくりしたんです。アスカ先輩引退したら二度とこっちには顔出さないような気がしてたから。そうね、アスカなりにいろいろ考えてたのかもね。どうだろう、本当に単なる気まぐれかもよ。受験終わったら顔出してくれますかね。さあ、楽器続けるかどうかも聞いてないし。そろそろスタンバイだよ。みんな移動して。じゃあ行ってきます。頑張ってね。北宇治ファイト。おお緑、トランペット吹きの休日楽しみです。やめて、プレッシャーかけないで。プレッシャーじゃないですよ。本当に嬉しいんです。葉月ちゃんがこんなに上手くなったってみんなに自慢できるのが。確かに上手くなったよね。やっぱり久美子ちゃんもそう思いますよね。そうかな。私もそう思う。加藤さん上達したと思う。本当に？おー、レイナちゃんのお墨付き。やったね、葉月ちゃん。なんか照れる。はい、皆さんこちらを見てください。全員揃ってますね。はい。では部長から一言。はい。皆さん、今日は新体制になってから初めての本番です。3年生が抜けていろいろ大変だったと思います。でも今日という日を迎えることができました。これも部員全員の頑張りがあったからだと思います。ところで次の北宇治の目標は何でしょう？全国大会金賞でしょ。その通りですよね。はい。それをスローガンと思われないよう、まず今日来てくれたお客さんに北宇治の本気を、全国金を取るんだという意気込みを見せてやりましょう。はい。
それではご唱和ください。北宇治ファイト